チュウ？近隣の村でも少々情報を集めさせてみたが、どうも連中そう名乗っているらしい。チュウ？さよ、チュウだ。さらに言えばそこの主会は皇帝を名乗っているとか。皇帝？黄金の残党や他国の廃山兵が野党化して砦を占拠したというだけの話ではなかったということか？規模はその程度だったそうだがな。ただ国号をつけて皇帝の名まで戦勝するというのは、山賊や農民の武装蜂起にしてはいささか度が過ぎる。どう思う、シュリちゃん。セイさん、その皇帝の名前は調べられましたか？調べるには調べたのだが。おや、姓にしては珍しく歯切れが悪いな。そんなに奇妙な人物だったか？いいよ、言ってみて、セイちゃん。どうやら首謀者は炎術を名乗っているらしいのです。おにゃ？でもなんで炎術ちゃん？孫作さんに国を取られて行方不明って聞いてたけど、あれからもう随分経つよね。はい、それに炎章さんも行方不明になって、炎一族は事実上崩壊しています。出身地の語や因縁の深い義で国を建てるならまだしも、この職で建てる意味も薄いわよね。十中八九誰かがその名を語っているだけだとは思うのだが。今さら炎術の名を出したところで何の意味もないだろうに。そこなのだ、アイシャ。情報か乱にしては手が込みすぎているし、本気でやるならあまりにも粗末。誰かの罠にせよ、わざわざその名を使う意味がどこにも見当たらん。こうやって私たちを混乱させること自体が目的なのかな。曹操さんも孫権さんもこの手の小細工をする人物ではないはずですが。それに、もしこの手の策を使うにしても円家の名前は一番使いたくないでしょうね。とりあえず後でもう一度検討してみますね。忙しい時にごめんね、シュリちゃん。では東花様、当面の対応はいかがいたしましょうか？大事な時だし、相手の目的は見えないけど、野党を放っておくわけにもいかないよね。リンリンちゃんとシオンさん、討伐をお願いしていいかな？わかったのだ。はい、かしこまりました。それにしても、その偽炎術とやら、一体誰がやっているのやら。あれ、お風邪ですか、お嬢様。きっと誰かがこの見事な手並みに驚嘆しておるのじゃろう。間違いない。なるほど、さすがお嬢様。どんなことでもいい方に考えるお気楽思考は天下一品ですね。ななの、まだ褒めても何も出ぬぞ。えへへ。じゃがやっぱ
り蜀の連中は頭ゆるゆるであったの。あの歌作戦でこのようにたやすく砦も兵力も確保できるとは。ですね。今回はなんとか三姉妹もいませんし、あっという間でしたね。じゃが皇帝なんぞさっさと名乗ってしまえばよいということに気づかなんだのは失敗じゃったの。さっさとやっておけばわらわももっと早く皇帝になれたものを。もう名乗っちゃったし、この国の皇帝の座はお嬢様のものですよ。細かいところはナナノがやってくれたし、感謝しておるぞナナノ。はい、食料の調達も城の修繕も部隊の編成も全体の調練も後期の粛清もお嬢様の無料のお相手も下のお世話も全部ナナノがやりました。さてこの城からわらわの波動も再開されるのじゃ。ナナノ、これからもわらわを助けてくれるかな。もちろんですよ、お嬢様。シオン、あれが2000円術の砦なのだ。そうみたいね。廃棄されていた砦を直して使ってるみたいだけど、見た感じかなり頑丈に修繕したみたいね。パーッと倒してパーッと戻るわけにはいかないかな。向こうから出てきてくれれば簡単だけど、さすがにこの状況だと籠城してくるでしょうね。甲状腺めんどくさいのだ。それに早く帰らないと決戦に間に合わないのだ。そうよね。まあ城攻めで兵力を消耗させるのも無駄だし、囲むだけ囲んでしばらく様子を見ましょう。それでいいかしら、リンリンちゃん。決戦にはちゃんと間に合うように調整するわよ。それでいいかしら。分かったのだ。おい炎術、蜀の軍勢が外で陣を組み始めているぞ。そのくらい予測済みなのじゃ。そうよのナナノ。もちろんですよ、お嬢様。ではどうするつもりだ。こうやって国を建てたからには策の一つもあるんだろうな。何もしませんよ。籠城か。さすがかなんとか元将軍、分かっておるではないか。それはどうも。というか私は中の将軍にしてくれるという話じゃなかったのか。ほう、そういえば将軍にしたのであった。さすがかなんとか将軍と言うべきじゃったな。元はいいから名前の方をちゃんと呼んでくれ。どうも影の薄い輩の名を覚えるのは苦手での。時にナナノ、籠城は良いとして支度はちゃんとできておるのかい。もちろんです。籠城に備えて食料も武器もたっぷり準備してありますよ。さすがナナノじゃ。良い仕事をしておる。だが籠城とはそもそもどこかから応援が来ることを前提にするものだろう。助けが来るあてはあるのか。あるのかいナナノ。ありませんけど、あの人たちは曹操さんが攻めてきたらそっちに戻らざるを得ませんから、とりあえずそこまで我慢できればこっちの勝ちっていうことで。
で、食料と武器はどのくらい貯めているのだ？差し当たり1年分くらいですかね。曹操さんたちも短期ですから、1年以上も今の状況を放っておくなんてことはないんじゃないかと。ほう。以前の指揮も見事なものだったが、対局もなかなか見えているようではないか。攻めるか突撃するかだけのイノシシ武者さんとは頭の出来が結構違いますから。イノシシ武者はたまらんの。まったくだな。じゃあカナンとかさんは城壁で防衛の指示お願いしますね。くれぐれも飛び出したりしないように、相手の挑発もほったらかしといていいですから。任せておけ。あと、私の名前はカユーだからな。今日も知らんぷりされたのだ。リンリン、なんだかすごく悔しいのだ。相手にもしっかりした指揮ができる人がいるみたいね。やっぱりせいちゃんの言う通り、ただの野党や武装蜂起じゃないってことかしら。ねえシオン、早くここを終わらせないと本当に決戦に間に合わないのだ。どうしよう。リンリンちゃんの気持ちもわかるけど、ここで無理に攻めて大切な兵を失ったら、それこそ決戦で十分に戦えなくなっちゃうわよ。それも分かってるのだ。でもリンリンちゃんを主力から離すという意味では、この作戦はちゃんと機能している。ただあの時はまだリンリンちゃんがここに来るとは分かっていなかったから、シュリちゃんやセイちゃんが悩むのも当然ね。早く帰らないとお姉ちゃんたちに迷惑かけちゃうのだ。リンリンちゃん、そんなに焦らないで。シオン、リンリンちゃんも不安なのよね。そうだ、今日は一緒にお風呂に入りましょうか。私が背中流してあげる。本当？だから少し落ち着いて。相手の動きを待つだけの時間はまだ残ってるんだから。じゃあ。何？それからね、一緒に寝てもいい？それじゃあ今日は一緒に寝ましょうね。リンリンちゃんもだいぶ鬱憤が溜まってるみたいね。本当に向こうの出方がわからないというのはやりにくいもの。一体何を考えてるのかしら。なあ、ジョー君。何ですかカナンとかさん。そろそろ飽きてきたんだが。へえ、こないだは城壁の下からがなり立てる張飛さんを無視して見下ろすのが気持ちよくてたまらないとか変態っぽいこと言ってたじゃないですか。どうしたんです？どこから突っ込んでよいものかと。やだ、私の体は全部お嬢様のものなんですから、カナンとかさんに突っ込まれたら困りますよ。はあ、
どうしたんです？いや、やりにくいなと。まあそういうわけで、外の皆さんも城攻めで体力を消耗したくなんかないでしょうから、諦めて帰るまでほったらかしといてくださいよ。なるほど、そういうことなら承知した。いいですか？どうせこの軍勢じゃ外の軍勢には勝てっこないんですから、絶対出ないでくださいよ。大して教練もしてない寄せ集めの戦力なんてたかが知れてるんですから。やれやれ、言われなくとも分かっている。ならいいんです。じゃあ私はお嬢様を起こしに。あれ、お嬢様、今起こしに行こうと思ってたんですけど、今日はお一人で大丈夫だったんですね。えらいえらい。じゃないのじゃ。何ですか？蜂蜜がないのじゃ。だって蜂蜜もちゃんと1年分。のじゃ。ちょっとお嬢様、あの程度わらわにとって大した敵ではなかったのじゃ。いや、そうじゃなくてですね。で、新しい蜂蜜はいつ来るのじゃ？補充は来ないですよ。籠城戦なんですから。その話は聞いておらんのぞ。話も何も籠城なんだから、お城の中でずーっと引きこもってるに決まってるじゃないですか。では蜂蜜は来ないのかの？来ないですよ。なんと。おい、大丈夫か？嫌じゃ蜂蜜がないとわらわは籠城なんかせんのじゃ。もうだから蜂蜜は1日に1さじだけって約束したじゃないですか。まさかそんなことになっておろうとは思わんかったのじゃ。山のように積んであるし、つい。困りましたね。のほななの、なんとかならんかの。無理ですよ。そうでもないぞ。かなんとかおったのか。あんまり聞きたくないんですけど、何ですか？かなんとかさん。構わぬ。良い案があるなら言うてみられ。簡単な話だ。足りないものがあるのなら連中を蹴散らして堂々と買いに行けばよい。おお、却下です。お？なぜじゃななの。かなんとかの案、なかなかの妙案ではないか。今の手勢で少数とはいえ蜀の正規軍を倒せるわけないでしょう。だから曹操さんたちが動いて外の人が諦めて帰るまで、こっちは籠城して時間を稼ぐことにしたんですから。そうじゃったのか。聞いておったか、かなんとか。まあ一応は。それに外を指揮してるの張飛さんと甲冑さんですもの。その段階で勝てないのに決まってますし。
なんだと？そんなものは勝利のうちに入らん。力ずくでぶん殴って勝ち取ってこその勝利というものだ。どうした？なんと言っておるのじゃ。出る！出ると言っておるのだ。これほど武人の誇りを傷つけられて黙っていられるものか。ちょっと勘弁してくださいよ。そんな誇りなんて何の得にもならないんですから。貴様の小賢しい作戦などもうよい。私は武人らしく正々堂々と戦いを挑み、そして勝ってみせる。おう、我らが臆病者などではないということを天下に示そうではないか。全軍出撃準備せよ。足らんとか。お嬢様、もうお嬢様しか止めてくれる人はいませんよ。なんだ。勝ったら蜂蜜買ってきてたも。お任せを。お嬢様。ただいまなのだ。今日も反応なし？うん。まだ何日かは大丈夫よ。どうしても気になるなら、リンリンちゃんの体だけ先に戻る？まだいいのだ。シオン一人に押し付けて帰ったらみんなに怒られるのだ。そうね。どうしたの？あら、どういう風の吹き回しかしら。ミンリンたちも迎撃の準備をするのだ。そうね。ならリンリンちゃんは全曲をお願い。私たちは後曲を担当するわ。わかったのだ。あと罠かもしれないから気をつけてね。うん、大丈夫。リンリンにお任せなのだ。では総員に迎撃の準備をせよと通達。私たちもすぐに出ます。このまま一気に連中を蹴散らしてくれる。総員突撃突撃。まだ始まったばかりだぞお前ら。私が出る。勝負なのだ。やらせません、やらせませんぞ。ああ、やっぱり一刻持ちませんでしたね。どうするのじゃ、ナナの。城に残っている全員におのおので逃げてくださいって伝えてもらっていいですか？この城はもう持たないでしょうし。ナナの。
お嬢様、私たちも逃げましょうか。逃げられるのかな？逃げないんですか？それはこの城の主として。いいんですか？また蜀の人たちが来て孫作さんみたいなことやられちゃいますよ。ちょっとお嬢様、しっかりしてくださいよ。カタプルプル、カタカタプルプル。で、どうしますか？逃げますか？逃げろのじゃ。もうあんな目に遭うのはこりごりなのじゃ。じゃあ逃げましょで、どうやって逃げるのじゃ？それではこんなこともあろうかと思って作らせておいた秘密の抜け道。じゃーん。おお、さすが灘のなのじゃ。じゃあついてきてくださいね、お嬢様。上手に抜けました。ああ、さすが灘の抜かりはないの。もちろんです。それじゃあお嬢様、これからどうしましょうか？さて、どうしようかの。語も義も職もダメでしたしね。こんな小さな大陸にもう用などないのじゃ。それにここでダメならもっと弱い相手から領土を奪い取ればよいのじさすがお嬢様、やることが卑劣すぎますよ。あえて強い相手に挑もうとしないところがまた素敵。褒めてもまだ何も出ぬぞ。で、どっちに行くんですか？それはなおのこと簡単じゃ。南に行けばよい。南ですか？北じゃなくて？北は寒そうだから嫌なのじゃ。蜂蜜もなさそうじゃしの。そういえばそうですね。私も寒いのよりあったかい方がいいです。久しぶりに海で泳ぎたい。そうじゃろう。南の王国は年中泳ぎ放題と聞くからの。わらわが皇帝になった暁には七野にはいつでも泳ぎ放題の海を一つあげるのじゃ。本当ですか？ならお嬢様、一緒にたくさん泳ぎましょうね。一緒にたくさん泳ぐのじゃ。じゃあ行きましょう、南へ。南へ。何か忘れてる気がするけど、南へ。忘れるようなことなど大したことではないのじゃ。それよりも早く南に向かうのじゃ。そうですね。じゃあ急ぎますよ、お嬢様。